皆さん、こんにちは。みきこです。皆さんからのいいね、コメント、チャンネル登録は配信の励みになっています。いつもありがとうございます。コツコツ継続することが一番難しいですからね。自分でもよく頑張っていると思います。これからもこのポッドキャストのタイトルにもあるように、ぼちぼち頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それから、このポッドキャストは自動翻訳をつけています。ポッドキャストの内容自体は中上級者向けですが、日本に興味はあるけど言葉がわからない人は自動翻訳を利用してみてくださいね。すべてのエピソードにつけています。あれ、自分の国の言葉の自動翻訳がないという人がいたら教えてくださいね。追加しますので。さて、今日はよく聞かれる質問の一つの日本への旅行はいつがいいについてお話ししたいと思います。まあ、この質問はどこに行くのかと何をするのかによって答えは違いますけどね。ちなみに私は大阪出身の大阪育ちなので、関西エリアを想定してお話ししますね。まずは桜を見たいという人。関西ではだいたい3月の末から4月の上旬に咲きます。ただ、毎年時期が若干ずれたりするので、ニュースなどでチェックが必要です。大阪だったらやっぱり大阪城がいいと思います。お城に桜が映えます。映えますは美しく見えますとか、綺麗に見えますという意味です。お城と桜の相性は良くて、とても綺麗に見えるという意味です。ちょっと映えるという言葉を使ってみたくて使いました。こういう言葉は学校で習いませんからね。先日話したやばいもそうですが、学校では習わないけど、日常で使う言葉もこのポッドキャストでは紹介したいなって思ってます。映えるという言葉は比較的新しい言葉で、インスタ映えの映えが動詞化して映えるになったと言われています。ちょっと話が逸れてしまいましたね。桜の話に戻ります。大阪で桜を見るなら大阪城がおすすめです。ただ人が多いので覚悟が必要ですよ。2番目におすすめなのが万博記念公園です。万博記念公園には芸術家の岡本太郎さんがデザインした太陽の塔があります。1970年に開催された日本万国博覧会の時に作られたものです。ここの公園の桜もとても綺麗です。それから奈良県だったら吉野の桜がとても綺麗です。人が多くて少し疲れましたが、感動した場所の一つです。京都だったら嵐山の桜がすごく綺麗ですが、清水寺を観光するついでに桜を一緒に楽しむのもいいかもしれませんね。京都はお寺に桜が映えます。まあ、桜の時期に日本に行けば、桜はいろんなところに咲いているので必ず見られます。さて、次は夏祭りを楽しみたい人です。夏祭りを楽しみたい人は、7月の下旬から8月の中旬ぐらいまでに行くといいです。日本三大祭りのうちの一つ、天神祭りは7月24日と25日に行われます。天神祭りは花火もあるし、たくさんの屋台も出ます。浴衣を着て祭りに行くのもいいかもしれませんね。
それから日本三大祭りのうちのもう一つのお祭り、祇園祭はメインとなる山鉾巡行の先祭りは7月17日で、後祭りは24日にあります。日本三大祭りのうちの2つが関西にあるんですよ。すごいですね。ちなみに日本三大祭りのもう一つは神田祭りです。神田祭りは東京であります。ちなみに神田祭りは2年に1回5月に開催されるそうです。関東のお祭りなので私はまだ行ったことがないんですが、あとは花火大会もいろんなところでありますよ。花火大会は関西に限らずいろんなところであります。8月に日本に来られる方は、訪問する場所に花火大会があるか調べてみるのもいいかもしれませんね。あと、夏は盆踊りも各地であります。私たち日本人は幼稚園や小学校に通っていた時に必ず学校で盆踊りがありました。だいたい夜の7時ぐらいから子供の盆踊りの時間で、子供の盆踊りが終わったら、みんなにおやつが配られます。それが楽しみで必ず盆踊りに参加していました。その後、9時ぐらいから大人の盆踊りの時間が始まって、大人が踊ります。私の地域では、盆踊りの後、大人には巻き寿司が配られていました。盆踊りは学校や地域の公園などで開催されていることが多いですが、インターネットで調べてみると、大阪の道頓堀でも盆踊り大会が開かれているそうです。今年は8月17日と18日にちに行われていたそうです。観光地なので外国人なども参加して賑わっていたそうですよ。道頓堀の盆踊り大会は知らなかったので、来年はぜひ参加したいです。あ、言い忘れましたが、日本の夏は本当に暑いので、この時期に日本に来られる方は、水をたくさん飲むなど、熱中症対策をしてくださいね。はい。では、今度は紅葉を楽しみたい人。関西エリアの話ですが、だいたい10月の下旬から12月上旬の間です。でも最近は暑い日が長く続いて、紅葉の時期も遅れているそうです。大阪で一番おすすめの紅葉の場所は、箕面公園です。箕面には有名な滝があって、滝に紅葉が映えます。それから、もみじの天ぷらが食べられます。大阪の秋は、ぜひ、箕面公園を楽しんでほしいです。あ、箕面には、野生の猿がいるので、それだけは注意してくださいね。あとは、桜の時期と同じく、万博記念公園や大阪城も綺麗です。秋の気候は涼しくてとても過ごしやすいので、京都など観光地巡りでたくさん歩く人には、秋や春がおすすめです。はい。それから最後に雪を楽しみたい人。残念ながら大阪は雪で遊べません。雪の質を求めるなら関西じゃない方がいいです。私が実際に行ってよかったのは長野県、岐阜県、福井県です。長野県には白馬というとても有名なスキー場があります。もちろん雪の質を求めるなら北海道もいいでしょうね。私はまだ冬の北海道には行ったことがありませんが、雪を求めて日本に来るなら1月か2月がいいです。
2月の上旬の雪が一番いいと思います。昔、私はスノーボードが好きすぎて、スキー場で住み込みで働いていたことがあります。年を重ねていくうちに寒いのが苦手になってきて、今は南国に住んでいますが。はい。ということで、春、夏、秋、冬でそれぞれ楽しめることを紹介させていただきました。ただ、最初にお伝えした通り、私は大阪の人間なので、関西エリア中心のお話をしました。もし観光地巡りで日本に来るんだったら、たくさん歩くことを想定して、真夏や真冬は避けた方がいいです。たくさん歩くのであれば、3月、4月、5月、9月、10月、11月ぐらいがいいと思います。ちなみに6月から7月の上旬は梅雨なので、雨がたくさん降る可能性があります。もちろん決まった時期にしかやってないお祭りやイベントなどに参加する場合は季節を選べませんけどね。ちなみに私が好きなのは夏の祭りの時期です。めっちゃ暑いんですが楽しいんですよね。日本の花火の質も本当に高いですし、外国人の方にも評判がいいみたいです。まあ、どの時期に日本に来ても楽しんでもらえると思います。すでに日本へ来たことがある方や住んでいる方は、どの時期のどんな場所が好きですか？よかったら教えてくださいね。ほなまたね。